子どもたちの素直なリアクションを通して地元の食の魅力を伝えるなるほど探検隊。僕、なるほどくんが子どもたちをナビゲートするよ。美味しいですよ一回食べたらやめられないと噛めば噛むほど味があるというような原木の椎茸はね。今回のテーマは高知が誇る山の恵み、原木椎茸。肉厚で香り高く、その美味しさは森のアワビと称されるほど。地元のお店ではひときわ目立つ原木椎茸の売り場が。コリコリ感があるよね。軸まで美味しい。お味噌汁入れてもいいし、煮物にしてもいいし、炭つけたらある時に買わんと。原木椎茸は数が出回らない貴重な食材のため、地元の方にも大人気。プロの料理人もやっぱり原木の場合はやっぱりそういう香り付け、香りが違いますね。こちらのお店ではこれでもかと原木椎茸を入れるペペロンチーノが名物。パスタと椎茸の旨味がその中にミックスされてるわけですから、そこまで全部召し上がっていただくっていうスタイルで。さらにこちらのお店では衣をつけて揚げた原木椎茸にネギとみょうがを添え、ポン酢をかけたたたき風に味わえる一品も。多くの高知県人を魅了する原木椎茸は一体どのように作られているのか。今回は森林率およそ 90%、 豊かな自然がある原木椎茸の産地本山町で調査。今回の隊員は本山町で育ったこちらの3人。普段椎茸って食べますか？はい、結構食べますね。お味噌汁にお母さんが入れてくれるから美味しい。原木椎茸って知ってる？原木椎茸聞いたことあるけどあんまり知らない。原木椎茸って知ってる？知ってる。なんか木とかにくっついてるイメージ。原木椎茸って知ってる？はい、どんなものかは分かりません。みんな聞いたことはあるけどよく知らないみたいだね。それじゃあ詳しい人に聞いてみよ訪ねたのは本山町で原木椎茸を作っている大久保さん。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。椎茸は好きですか？はいはい。原木椎茸がどのようにして作られているかを、特別に見せたいと思います。はいはい。すごい。う。よーし、原木椎茸の作り方を調査するぞ。まず最初に、原木椎茸と菌床椎茸の違いを知っている人。すいませんね。わかりません。椎茸が大きく2種類に分けられるってみんな知ってた？実は全国で流通している椎茸のおよそ9割は菌床椎茸。この2つ栽培方法が全然違うんだって。大久保さんに教えてもらおう。原木椎茸とは、こんな木にこのコマを打つお薬みたい。お薬みたい。お薬とはまた違うけどね。はい。これが種駒と呼ばれるもので、この中に椎茸の菌が入っているんだ。原木椎茸はこの種駒をクヌギやコナラなどの木に植えて成長させていく椎茸のことだよ。原木椎茸の場合は1年から2年で椎茸になります。結構長い。はい。こっから2年経ったら今4年生やから中学行くかもしれん。2年って長いよね。一方菌床椎茸は木ではなくおがくずや人工的に作られた栄養椎茸菌を混ぜたもので栽培する椎茸のこと。収穫まで最短3ヶ月と原木椎茸よりもかなり短いんだ。それぞれ触ってみますか。これはスーパーで買ってきた菌床椎茸なんですけど、プニプニしてる。厚さなんかこっちがすごい大きい。濃い茶色みたいな。上に傷みたいなのが入ってるのと入ってないのがある。乾燥してきたらそんなに。乾燥か。この2つ味にも違いはあるのかな。
大久保さんが作った原木しいたけを使っているという料理人さんに話を聞いてみたよ。仕上がり方も全然違う。煮崩れしないんですね、基本的に。原木はうまみがガッと前に出るっていう感じになりますのでね。見た目だけじゃなく味も違うんだね。じゃあ早速作り方を見ていこう。まずは原木となる木を切る作業。玉切りっていう作業をしてます。1メーターのちっちゃい木で当てて1メーターで切ります。どうして1メーターに切るんですか？一番作業がしやすい長さなんです。なるほど。原木に種駒を植えていく作業をするのに1メートルくらいのサイズがちょうどいいんだって。この時に使うのが種駒を入れるための穴を開けるドリル。すごい。穴を開けた後はトンカチを使ってこのように原木に1個ずつ種駒を打ち込んでいくんだって。こんな感じで一人ずつ挑戦してみよう。種駒は木の表面と同じ深さになるまでしっかり叩かないと菌がちゃんと育たないんだって。みんな頑張って。穴を見つけたりするのがちょっと難しい。足元のペダルで原木を少しずつ回転させるんだけどその加減も難しいみたいだね。プロのスピードを見せてもらうと早い。ものすごい。だいたいいつもどれぐらいやってるんですか200、300本。やばい。やばい。一日中かかりそう。一日中かけてやってます。それが仕事なもんで。続いては菌を木の中で育てるんだけど大久保さんのやり方がこれなんだって。実はこれ鎧伏せという組み方。どうしてこの鎧伏せをすると思いますか？この木は全部がどこへ触れてますか？地面？いいところにね。湿気もお日様も当たらないから全部がしいたけにとって条件なんです。菌が育つには木を湿気がある土に近づける必要があるんだ。でも土の上に寝かせちゃうと風通しが悪くなる。だから木の一部を土につけたこの形がいいんだって。大久保さんによると木の組み方は他にもいろいろあるけどここでは鎧伏せが一番適しているんだって。この状態でなんと長い時で1年以上も置いておく必要があるんだ。そして1年かけて木に菌がしっかり広がったら上がった。クレーンを使って原木を水槽につけるんだ。するとあら不思議、木の中にいた菌が刺激を受けてしいたけが芽を出す準備を始めるんだって。菌に刺激を与えたらいよいよ最後の工程。おお。すげえ。すごい。すげえ。原木がきれいに並んでいるね。芽が出始める準備ができたらこのように原木を一定の間隔で並べていくんだ。立て方は隣と木とある程度の間隔を空けて立てます。どうしてかわかりますか？近すぎてキノコが生えなくなるからしいたけ？近すぎたらねキノコ同士がひっついて、変なキノコになったりもするし。綺麗な形のしいたけを生やすため原木と原木の間に空間を作るんだね。ここに積まれたおよそ100本の原木をみんなで並べていこう。
ちょっと重たい。ちょっと重たい原木の重さは1本だいたい3キロ以上。大きいものでは10キロを超えるものもあるんだって。みんなで何度も往復頑張って。重っ。3人で協力し、ようやくフィニッシュ。お疲れ様。これはちょっと大で痩せるかも。1週間ほどでしいたけの芽が出てくるんだって。原木しいたけの栽培はこのようなハウス栽培の他に外で育てる露地栽培という方法もあるよ。ちょうど収穫できるしいたけがあるということで収穫を体験。おお、太い木がいっぱいある。これが露地やね。露地物。もうここで収穫する時のコツは？元を持ってちぎる。こんなに。これはちょっと早い。こういうのは早い。しいたけの形は開きすぎても閉じすぎてもいけないんだって。ってみたい。中までどうする？うまく収穫できるかな？元から。つかさちゃん、美味しそうなのゲットしたね。あそこがなんかいい感じ。そこにさっき大きいの見つけたような気が。これもいい気がする。あやかちゃんも大きいの取ったね。どうですか？美味しいようなの取ってますね。これいいじゃないですか。具の厚みもいいし。取る瞬間気持ちかった。なんか見分けるとか難しかったです。なんか取る時にこう先割れするのがちょっとあって、取るのが難しかった。この傘のところにマヨネーズ乗せて焼いて食べるとか、いろんな料理の仕方があります。1年以上かけて美味しく育つんだね。今日はありがとうございました。あとは椎茸をちょっと食べてみてください。はい。美味しい食べ方も教えてもらったので近くのバーベキュー場で食べてみよう。まずは焼きしいたけ。いただきます。うまい。おいしい。ごと柔らかい。おいしいみたいなの食べ始めた。さっき聞いたマヨネーズをつけた食べ方はどうかな？めっちゃ美味しい。原木しいたけは生産者が手間暇をかけて作っていることが分かったね。みんなはどうだった？